あ、こんばんは。またマイク入れます。すいません。こんばんは。のばるさんこんばんは。なるさんこんばんは。いつもありがとうございます。早い出勤で助かります。ありがとうございます。これはガラパンに近いところの港の映像ですね。なんだっけな。ちょっと待ってくださいね。してますやこんばんは。なるさん、のばるさん、今ね、ちょっとこれを打っとかないとダメだよって言われたんで、ちょっと打っておきました。今日もね、めちゃくちゃ暑いです。雨は全く降らないですね。雨雲が動いてたりするのは見えるんで、どっかでちょろっとぐらい雨は降ってるっていう感じではあるんですけど、ちょっとね、霧のような雨に今日1回あったけど、数秒でその雨も終わってしまって、全くあれはじゃあもうさっと乾燥して終わりっていう状態でしたね。全く無理な状態で、これ全然サイパンを冷やしてくれる状態ではないですね。ものすごい暑いですよこれちょっとね、この間のまだ映像ですね。ガラパンの海を映したかったのに、海の映像がどっか行っちゃって、スマイルコープのところかな、これはスマイルコープのところですね。海は相変わらず綺麗ですけど、いや今日はバタバタとなんか動き回ってて、ゆっくりする間もなくちょっと配信を始めてみましたね。本当に暑くて、エアコン代が本当に心配ですよ。このまんまだと、うちね結構電気をつけてない状態なんですけど、それでも1日6ドル7ドルかかってる状態なんで、これ
1ヶ月にしたら結構なもんですよね。で、冷蔵庫とかで1日1回ぐらいは電子レンジ使うかな。このくらいなもんなんですけど、暑いですよ、なるさん。暑い暑い、本当に暑い。本気の暑さかな。まだこれから、もっとフレームツリーがもっと咲き出す頃にはめちゃくちゃ暑くなっていくんじゃないかと思われます。やばいですよね。本当にこんな暑さが続くんじゃ本当にやばいなって思ってます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくださいね。少々お待ちを。あ、すいません。お待たせしました。本当に暑い。もうね、これ、みんな電気代どうしてるんだろう。窓開けてずっとすごく吸うわけにもいかないし、野原さん、暑いの嫌やけど、気候はいいもんな。気候はいい。深夜さん、こんばんは。ありがとうございます。暑いの嫌やけど、気候はね、本当にいいですよね。深夜さん、いつもありがとうございます。この、なんて言うんだろう、このカラッとした感じ、この感じっていうのはね、やっぱあんまり日本ではこういう感じはないと思うんで、この感じはやっぱりいいかな。カラッとした、地面、どっちだ。しっとりしてるんだよね。冬なんか日本に帰ると、あの飛行機、乗った瞬間からだけど、だいたい肌に白い粉が浮いてくるっていう感じ。カサカサし始めて、日本に着く頃には真っ白になってるって、粉で真っ白になってるっていう感じが冬は多いかな。だからそういうことを考えると、サイパンの方がしっとりしてるのかな。湿気があるのかな。どうなんだろう。湿気があるってこと。今の時期はエアコンつけてないと本当いられないな、これ。寒くするわけじゃなくて、こう湿気取りを入れとくっていうのは必要かなってめちゃくちゃ思いますね。これまだこの間の映像なんだけど、今日もね映像撮ってきましたよ、深夜さん。ちょっと違うけどちょっと違うけどね。今ちょっと期待しちゃったでしょ。なんだっけ、チャランカノアビーチクラブは撮ってないけど、懐かしい通りはちょっと映るかな。でね、テニアンのカジノの、ゲーム、オンラインカジノ
知事の一言で一応バッサリ終わりましたね。知事がダメだよって、テニアンだけじゃ済まないから、コントロールができないっていうこと、理由はコントロールできないっていうことなんでしょうけど、人も必要だし、インターネットって言ったら地域だけでね規制するのは難しいことになっちゃうから、ローカルなソースだけで今の状態で結局監視や管理ができないから無理でしょっていうことだよね。あとライセンス料が安すぎるって言ってたけど、ライセンス料はなんかいくらって言ってたかな、今月だよね言ったのね、あれ25,000だか2500ドルだかどっちだっけな。2500ドルってことないよね。でもなんかこの貧乏な私でもなんかできそうな金額って思った覚えがあるから2500ドルかななんかその辺の安い金額で申請してインターネットカジノの会社が始められるっていうのをマリアナバラエティさんに書いてあったと思うんだよね。25,000ドルだったっけな。25,000ドルじゃそうね、1年ごとのライセンス料だから安くないよね。毎年25,000ドル、安くない。あれより安いのかな。スロットマシーンはもっとしたと思ったから、毎月の使用料みたいなのがそうだよね、確か。そんでなんかマリアナ諸島のダイビングが過去だよね、これね。過去っていうかダイビングのなんだっけな、あれ、私さっきどっかで見たんだけどどこ行っちゃったかな。ダイビングの協会かなんかで、日本でだけどマリアナが3位に入ったとか2位に入ったとかいう話、どっか行っちゃったな、消えちゃったな。3位だか2位に入って、であと日本から一番初めに海外旅行に行った島、それは過去のことになっちゃうんだけど、それがサイパンっていうことでランクインされてるらしいけど、過去だからね。結局は安い時代に一番初めに海外旅行サイパンとかグアムっていうので、サイパン安かったから多かったのかなって思うけどだけどどうなのかね。これからは今は安くはないから少ないし、やっぱ選ばれてるのがどこだっけ、フィリピンとかタイ、プーケット、あの辺が結構やっぱり選ばれてるみたいだよね。5時間ぐらいで行けるし安いし、そういう面でね、物価も安いよね、向こうの方がこっちより。そういうのでやっぱり向こうが選ばれちゃうのかなって思うんですけどね。物価高いとね、やっぱりね、ハワイとかグアムに比べたら安いんだけどね。
なんかに比べたら安いとは安いとは安いとは、うん、安いよね。ハワイから比べたら全然安いと思う。ハワイから比べたらね、グアムから比べてもまだ安いと思われるんだけどね。まだね。なるさ、物価高いイメージないですよね。いやね、私今日ね、ちょっと後で映像を出すんですけど、エースっていういろいろね、物品が売ってる場所、物品は売ってんだよ、どこでもね。そうだ、ペンキとかいろいろ売ってるような、なんていうんだろう、ホームセンターみたいなところに今日行ったんですよ。高い。前ね、3ドル4ドルで買えてたものが7ドル10ドル、全てが高くなってると思った。でもアメリカから輸入のものなんだよ。あれは結局輸送コストが上がったからなんだろうなってすごい思ったんだけど、いやめちゃくちゃ上がってると思った。ちょっと買うのをやめて帰ってきちゃった状態だもんね。自分の欲しかったものは前は確か7ドルちょっとだったと思うんだけど、16ドルぐらいしてたんで、ちょっと10ドルぐらい上がっちゃったっていうことだから、ちょっとビビってやめた。もう一回考えてからにしようと思って買うのやめましたね、思わず。韓国のマーケットとかの方がまだ安いんじゃないかなと思って、明日もう一回こっちに行ってみようと思って。結構ね、なんだかんだ上がってるんじゃないかなって思う。だから食事の自分の食料品買ってても高いって思うもん。なんか上がったなってすごく思うから、こんだけしか買ってないのにそんなにするのっていう、生産の時にそういう風に思うし、毎日のアーモンドミルク、またこれが高いんだよね。なんかついこの間まで2ドルくらいだったのに、2ドル30ぐらいだったのに4ドル近くするんだよね、1パック。結構高くなってますよ、何でも。ちょっとびっくりしちゃう。ビビっちゃうなっていう感じがしますね。ほんとね、釣りでもしてね、自分のお魚とか自給自足の生活できるならやりたいぐらい。できないけどね、本当に。野菜一つうちでは育たないから、トマトもね作ってたりしたんだけど、全く2個とかミニトマトが2個取れて終わりとか、そういう状態だったんで、ナスも黄色いまま黒くなんないで終わっちゃったり、きゅうりもお花は咲いたけど結局家の中でやってたんで、蜂とか虫が来ないから、あれをつけなきゃダメなんだよね。受粉させなきゃいけないわけでしょ。で自分で受粉させてたんだけど、お花を取ってこう受粉を一つ一つつけて受粉させてたんだけど、やっぱそれでもね、トマトはだから何個か受粉して出来上がったけど、きゅうりはダメだった。きゅうりのお花ってポロッと取れちゃうんですよ。全然ね、お花になる前にお花になって実になる前に終了されましたね。全くダメでした。
貝割れとかもやってみたんですけど、なぜか芽が出ない。なんでか知らないけど、今ね、だから冷蔵庫になんか入れてみて、それで1週間ぐらい経ったら表に出してお水をあげると芽が出やすいって書いてあったから、ちょっとねそれをやってみてるんですよ。なるさん、貝割れ簡単ですよ。いやー、簡単と思えないんだよな。なんか全然ね、芽が全くと言っていいほど芽が出ません。私の場合かな。私の場合だけなのかな、あれ。他の人だと出るのかな、あれ。全然出ないけどな。芽も出てこないし、なんか水がカラカラになって終わっちゃうっていうことの方が多くてもういつもお水あげてるんだけど、あげすぎるとなんかうようよになって腐っちゃうから、で気をつけてお水をなるべくひたひたになるくらい、ちょっとしっとりするぐらいで終わらせようと思ってると、野原さん、貝割れ簡単やんか。簡単じゃない。簡単じゃない。全然出てこない。いただいたんだけどね、貝割れの種全く出てきません。なんかね、しその実のスプラウトとかっていうのをいただいて、貝割れみたいに育ってる絵が描いてあるんで、貝割れになると思うんですけど、全く貝割れになりません。貝割れ大根には全くなりませんね。ちょっとがっかりでした。で、今日はねどこだっけね、映像どこよ。 OBS が隠れちゃった。ちょっとお待ちくださいね。これだよ。お支払いに行ったら
あるんですけど、こっちのガロライっていうのがガロライで、このゾーンの隣にもできて、今中まだ入ってないんですけど、ガラパンの方は咲いてきた。雨が降らない状態が続いてて、IT&E に着いた頃に霧みたいな雨が降ってまして、霧雨みたいな、何の役にも立たなさそうな、でも濡れない感じの雨が降ってました。ちょっと待ってください、すいません。出ましたね。支払い以外にはお客さんいないっていうか、最近ね IT&A が夜前は夜も対応してくれてたんだけど、対応しなくなっちゃって、インターネットが夜になると繋がんなくなっちゃうことが多いんですよ。それで連絡するのに前はリフレッシュとかしてくれたんですけど、今対応してくれなくなっちゃって、どういうものが対応してくれるのかなって全然
話してたあれがあったんじゃないかと思うんですよ。やってない、この店今やってなかったんで、待ってたんでちょっと聞けなかったんですけど、この建物の中に恵比寿屋さん入ってなかった。やったっけ？恵比寿屋さんの入ってたところだと思われるところが今ので、ここは撮影しちゃダメ、中撮影しちゃダメだって言われたからなかったんですけど、だったかな。映像と喋ってることのタイムラグが結構あるよって教わったんだけど、本当タイムラグが結構あるらしいんですよね。私が見てる映像が日本の動画が結構遅い。多分タイムラグがあるんじゃないかって言われたんだけど、こんな感じなの？どうなんだろう。携帯でチェックしたりしても、携帯だと同じネット回線を使ってるから変わんないの。懐かしくないですかね。アクエリアスタワー、タウンハウスが右側にあるところですね。ケンタッキーもあるし、道路が綺麗になってるから、昔しか知らない人はびっくりするかなって感じなの。この辺工事がやっと終わって、電信柱も木じゃなくなってんですよ、この辺は。で、コンクリートの電信柱に変わってますよね。うちの方はまだ木なんですけどね。まだ未だに木の電信柱がついてるんですけど、どこだ？ススペの昔ここに名鉄があったところですね。フラッとIT&E まで来たから、ちょっと行ってみようかなと思ってこっちまで来てみたんだけど、ちょっと時間がなくなっちゃったから帰ろうと思って引き返しちゃったんですけど、
さいでしょ。ごめんなさい、音消すの忘れてました。音消してあったかな。音出てたらごめんなさいね。映像の音うるさかったかもしれない。もしかしたらフレームツリーもちらほら咲いてますね。この辺ずっと片側車線だったんだけど綺麗になって2車線通行になってましたね。まあ、自然がいっぱいな島ですよね。自然がいっぱい。タポチョ山があそこに見える山がタポチョ山ですね。サイパン来たことない人は、あの山が今映ってる山が一番高いところです、サイパンの。であそこの山の頂上に行くと360度サイパンが見えるっていうところなんですよね、一応。一応ね。で今日ね、ダイビングのことも新聞には書いてあったんだけど、なんだっけな、テニアのギャンブルがダメだっていうのと、あとなんだっけ、もう一つね、そうそうそう、これですよ。サイパンのカジノの問題なんだけど、 IPI、 前あったカジノのところに変なお金の流れがあるっていうことで、アメリカの本土の方から調査が入って、でこの銀行に入ってるお金を止められちゃったんですよ、アメリカ本土から。一応逮捕令状って出てるみたいなんですけど、で出したのはアメリカ本土合衆国で、対象は IPI、元カジノの口座で、それはサイパン政府に出されたのかなと思ったら、そういうわけじゃなく、そのカジノのお金の流れに対しておかしいよっていうことでストップがかかった。で調査が入った。今の段階では人間に対しては逮捕令状っていうのは出てないんだけど、口座に関してはちょっと待てよっていう感じになってるわけで、なんだっけ、インビディアルって言って架空の個人に対して何グループかにもうお前ら怪しいよと、今は名前を伏せられてて、ABC みたいに例えられてるんだけど、その個人のもう隠れてて発表されてないだけで、今名前が出てないだけでもうすぐ捕まっちゃうよみたいな状態なんだよね。結局は汚職事件をアメリカが洗い始めたっていうこと。今証拠を固めてお金の流れを完全に追って、周囲から徐々に包囲していくって感じ。もうちょっとビクビクしてる人がいるんじゃないかっていう
それが昔の前の政治家なのか、この件この件自体がちょっと前の話だから、いつだっけな、2014だか2013年だが、そのくらいから2019年の間の事件らしいんだけど、事件っていうかその辺のお金の流れらしいんだけど、で裁判内で結局は解決できなかったから、連邦が介入が必要になったような状態らしいのね。でそれが今裁判政府じゃないんだけど、まだ政治的な汚職や不正があったんじゃないのこれっていう状態で、周りから固めてってるっていう状態なんだよね。で今なんか新聞には4人ぐらい架空の ABCD みたいな状態で出てるんだけど、それが元政治家なのか今政治家なのかもしれないし、ちょっとやばいんじゃないのっていう状態らしい。調査に乗り出したらしいから、こういうのを放っておいたから、どんどん利権やさ、お金で結局このカジノが1個しかなかったのはこのお金の流れのせいらしいのよ、どうやら。これはアンダーマネーで、だから一つのカジノだけをやらせますよっていうような流れにその当時あったみたいで、マネーローダリングと通信詐欺って書いてあったかな、ワイヤーフライドって言って通信詐欺になるんですよ。直訳すぎるから、なんかそういう流れらしいんだよね。カジノの利権を巡って、これのアンダーマネー、袖の下がいっぱい流れたんじゃないかって。深夜さん、カシーノ好きなゲーム種目は何ですか？ルーレットですね。ルーレットが好きかな。深夜さんは、みんなは何が好き？カジノ好きはバカラが好きってよく言うよね。今回は人じゃなくて物を押収するための令状を出して、周りからこの金は怪しいぞ、どういう流れなんだろうねっていうことを調査してるっていう、調査っていうか、逮捕に踏み切る前の段階だよね。カジノ独占ライセンスを、カジノの1個だけのライセンスっていう法案を裁判は通したり、他の競合の人たちを排除して、その IPI だけを通したっていうのがまずおかしな流れ。昔の話じゃなくて、これね、もしかしたら芋づる式にいろんなものが出てきちゃうんじゃないのっていう感じかな。ABCD って分かれてるうちで、ある政治家、誰か本当は
もうアメリカの本土の人はもう分かってんだと思うんだけど、名前は仮名になってるんだよね。新聞ではマリアナ・スバラエティさんでは。でその周りの取り巻き B が取り巻きで C がコンサル会社の人で D が仲介役かなって、賄賂の仲介役じゃないのみたいな感じ。結構ねこれバレバレもうバレバレで FBI とかがもう入ってて、多分バレバレになってるところをもう時期だよっていうところだから新聞も載せたんだと思われるんだよね。じゃないとなかなかマリアナバラエティは載せないと思うから。この間もね政府に毒を吐いてた人がいたけど、ああいうのも珍しいからマリアナバラエティでは、こういうのがもっとね明るみになると、現役なのか元政治家なのかちょっと興味あるところではあるんですけどね。まだ決まってないから名前は出さないんだろうけど、なんかね、結構な政治的な汚職とか不正があったからこういう調査が入ったらしいんだけど、だからその容疑者を捕まえるために周りから掘り起こしてるっていう状態らしいんだよね、どうやら。ね、だからこういう利権とかでせっかく企業がお金を出してくれて投資してくれてサイパンが潤うっていうのに、政治家がこんなポッケ入れてる状態じゃね絶対良くなんないし、今までだって、政治家だけじゃないんだよね。調査の人、例えば書類でサニテーションってなんだっけ、保健所とか消防署の方から来た人とかそういう人もポケットマネーを稼ぎに来るような状態で検査をしに来るから、そういうこともねあっちゃいけない話なんだけど、実際本当にあったからね。本当にあったから、やっぱりこういうのがなくならないとこれから先サイパンはやっぱりよろしくないと思うんだよね。政治家がね自分たちのお金ばっかり考えてるようじゃさグアムみたいにはなれないよね。ちょっとねガツッとするような、ついに来たかなっていう感じの記事でしたね。もう記事に出すってことはもう本当にもう結構決まってることだから、もう上の人たちの中ではもう分かってることだから出したんだと思うんで。深夜さん、フォードの8人乗りくらいのバスはここが見えない。バスは走ってない。バス走ってないですね。だって観光客がいないもの。観光客がいないから13人乗りとかのだよね。大きな白いバスとかだよね。全然走ってないよ。もう全く見ないでしょ、見かけないでしょ。前はいっぱいね、前はいっぱい走ってたのに、ああいうのでねお客さんを
どんどん運んでたのにね、運ぶ人がいないから全く無理よね。全く無理。ああいう車が動かなくなってきてる時代ですね。でもスースペの方今日行ったけど、まあ、いつからあるのかは私はもう全く知らないんだけど、恵比寿屋さんのところと思われる場所にもなんかレストランができてたし、なんか全然違う看板がついてたから、この辺は新しく最近できたのかなとか、まあもっと前からあったのかもしれないんだけど、わかんないけど、こんな感じでしたね。ちょっとススペもまあガラパンの上店の周り、あの辺はやっぱにちょっとお店が出てるじゃない。あれと同じ感じでススペの上店の周りはお店が出てんのかなっていう気がした。上店周りに集まってるかなっていう感じだったかな。ちょっと懐かしい感じの映像でしょ映像でしょって動画でしょ。この辺もね、もう道路がみんな本当に綺麗になってて、ちょっとびっくりですよね。またこっちの右側の方が今道路、ガラパンに行く途中が道路工事になってるから、そっちも今度2車線になるのかな。そこ 2車線になると結構ビーチロードこっち側こっち側っていうか逆側の方は2車線いらないと思うんだけど、2車線にするのかな。どうするんだろう。道路は綺麗になってってるけどね、政治は汚いぞっていう感じ。今の政治はどうなのかなって。今私もほら、私は助けてくださいってお願いをしてるけど無視されてるからね。全くやらなきゃいけないことさえも動いてもらってないから、どうなのかわかんないけど。なるさん行ったことない地域や、多分普通にガラパンの方に泊まったりするとあまり行かないかな。こっちの方に泊まったりする人はガラパンに出てくるっていう、デューティーフリーとかに出てくるっていうことがあるかもしれないけど、ガラパンの人がこっちに行くあまりメリットっていうか用事がないよね。用がないっていう感じかな。こっちの方にしかないお店で、見てくんの忘れちゃった。深夜さん今思い出した。360度回ってるのか回ってないのか、今の今まで忘れた。全く忘れてた。深夜さん、トヨタがあった場所の向かい側のモービルとかドルフィンとかあるよ。昨日流したじゃん映像。ドルフィンとかなくなってない。あるある。昨日の映像で流しましたよ。それ昨日の動画で。ドルフィンはやだな。昨日
深夜さん見てくれてなかったの？昨日ドルフィンなるさん流しましたよね。見ましたドルフィン？見ないんじゃないのか。見てなかったのかな。うんなあ、どこのことだかわからないです。あ、そうだよね。昨日流れた映像の中にドルフィン入ってたんですけどね。ドルフィンっていう場所があんまりね、観光客の人は分かんないかもしれない。あまり観光客の人が行くようなところでもないから、ドルフィン昨日流したのにな、深夜さん。寂しいな。見ててくれてなかった、もしかして。なんかね、ススペの方もうだからこの辺だけちょこっとお店がちょんってであるのかなっていう感じ。ちょんちょんってだから昔よりは本当に何にもなくなってる。昔のエビ屋さん、エビ屋さんのところなんかもう残骸みたいになってたから、あそこもちょっとラフェスタ感、ラフェスタだっけ、あそこ。日光のショッピングモールの跡地みたいな。なんかエビ屋さん、ススペのエビ屋さんも結構でかかったから、あのまんまの残骸の感じで残ってたから、いやーなんだかなーと思って。ちょっと外れるともう廃墟だもんね。廃墟状態。みんなこの辺までぐらいがまだなんとかっていう状態じゃないかな。あとのところはもうとにかく空き店舗が多いし、空き店舗ってそういう状態だから、国の仕事に関わってるところは潤ってるんだろうけど、国じゃないところは潤ってないよね。深夜さん思い出した。名鉄マートの横に恵比寿屋があったんだ、最初はね。名鉄のそこに恵比寿屋あったんだっけ？そんな気もする。でクリちゃんがいた時とかはそうかもしれない。もしかしたらもう昔々の人がいた時そういう感じだったような気がする。でこっちに上店の横のところに恵比寿屋さん移ったんじゃなかったっけ？でさっきのレストラン中は今日がやってなかったのか、それとももうやってないレストランなのかわかんないけど、やってなかった。夜だけのレストランなのかそれはわかんないんだけど、
やってなかったからわかんないな。どっちだろうね。でもあの商店のところの向かいっていうか、横のとこのビルに恵比寿屋さんあったんじゃなかったっけ？違った？ここだよなと思って撮ってきたんだけど、360の回るのは全く忘れてた。今思い出したわ、私。全然忘れてた。360度のとこ通ったのにな、今日。全く忘れてました。そんで今日知事がまた新聞に載ってたことによると、知事がまたとんでもないこと言ってたけど何言っちゃってんだって感じで、ビジネスチャンスみたいなことをなんか言ったらしくて、アメリカにこないだ言ってたことでね、アメリカにだから給料がサイパンが最低に近いから最低だと思うんだよね。だからサイパンに出店する企業が出てくればいいんじゃないのみたいなことをこの間話してたと思うんだけど、でサイパンはビジネスチャンスになるんだっていうことを知事が言ってたんだよね。で具体的な名前出してたけど、これ大丈夫なのってちょっと心配になっちゃったんだけど、あそこのモービルは洗車機があったから行ってて、電車の間にホットドッグ食べてました。そこでホットドッグを食べてたんだ。馬場さんとこはホットドッグがあったんだ、昔。へえ、知らなかった。洗車機もあったんだ。今洗車機あんのかな、わかんない。見なかったな。動いてんのかわかんないね。そこでホットドッグを食べてたんだ。なるほど。で今の知事が、アメリカの企業で外国の投資家からサイパンで工場できないかなっていう話が来てるって言ったんだって。でなおかつマツダって名前を出したんだよね、日本の。だからさ、マツダもびっくりしちゃうと思うんだよね、この記事を読んだら。もしかしたら聞いたのかもしれないけど、どんなんですかとか、どんな塩梅なんでしょうかってぐらいは聞いたのかもしれないなとは思うんだけど、深夜さん、360の裏側から上の方に行くとリビエラホテルに着く。360の裏側から上の方に行くとリビエラホテルに着く。リビエラホテルがどこだか分かんないし、どこにあんのリビエラホテル。360の裏側から上の方に行くと本湾じゃなくて、上の方に行くと本湾じゃなくて、そんなような名前の材料屋さんがあって、検疫の
犬とか預ける場所があるここのこと言ってる？違うかな。あの辺にホテルなんかあったっけな。でも上に行くとっていうことはその辺っていうことだよね。上ってそういう意味だよね、きっと。あの辺の信号から上に入っていくということじゃないのかな。360の裏側からあの辺の裏側を行ったことないんだけどでもあっち側を入っていくと検疫所とかオーバーステイの人捕まえるローとかそういうとこがあるよね。違ったっけ？違った？違いましたか？違うかな。リビエラホテルがどこにあるんだか全然わかんないし、リビエラホテルの大学とかあるところだったような。大学って大学だよね。1個しかないよね。にゃにゃにゃ。じゃないでね、ジャンプしないでね。はい、じゃあここ座ってください。はい。大学のところにホテルがあるの？いやー、全然わかんない。跡形があるのかなあるのかな。じゃあリビエラっていう名前もわかんないんだけど、なんか大概のホテルは意外とわかるんだけど、全く聞いたことないかもしれない。記憶に落ちちゃってるのか、言われてみたらその場所に行ったらこれのこと言ってんのかとか分かるのかもしれないけど、今のところ全く分からないそんでね、知事が松田っていう名前を出してたんですよ。もう全く本当意味が分かんない。松田の方もちょっとびっくりしちゃってんじゃないかなって思うんだよね。だってもしかしたらね、ちょっとね、打診っていうかどんな塩梅ですかとか聞いたかもしれないんだけど、大体がサイパンでこんな松田の会社を作ったところでメリットが何あんのってざっくり言っちゃったら、 GRT 売上税だけで利益が出なくても売上に対して課税されるんだから、100万ドル売れたら経費が95万ドルかかってても 5% の税金は払わなきゃなんないわけだから、こういう企業にとってはめちゃくちゃ辛いわけで、部品も何もないわけだし、部品も仕入れなきゃなんないでしょ。メイドインジャパンのが安くなるような感じだよね、これじゃあ。本土で作った方が多分安いんじゃないのって。本土でも本土にどっか借りた方が、これだったら普通に考えてもう売上税だけでまずアウトで、電気代、水道代バカ高い、物流が不安定、コスト高し、人もいないよね。人件費が結局はビザ取ってなんだってやったら割高。いやいや、部品がサプライチェーンがとにかく整ってないから、
まずここでやるデメリットの方が多分ね、実質性としたらゼロ。まず無理。夢物語なわけで、なんでこんなこと言えんのかなって思っちゃったんだけど、もう結局は頑張ってますアピール。でもローカルだってこれみんな気づくよね。普通にこう言われてみても、こういうことを考え、サイパンの税制とか場所とかを考えたら、日本だったらこんなこと言ったら記者が突っ込むでしょ、バンバン。何それっていう話になると思うんだけど、どういうことですかとかって多分突っ込むと思うんだけど、全く突っ込まないっていうのが言いっぱなし。政府側が言いっぱなしで、ポジティブな言葉だけがさ、一人歩きしちゃう。本気で分かってないんだったらちょっとびっくりするけど、善意の無知パターンなのか分かんないけど、ちょっと希望を語ることは大切だと思うんだけど、分かる、誰でも分かるようなことを分からないふりして夢だけ語っちゃうのやばいよね。松田って名前を出したのがちょっとびっくりなんですよ。松田って会社が日本の松田だとしたら、マジで言ってるって感じ。サイパンで作ってどこに出すのって感じ。本土に出すのって。マーケットがないじゃないって。まずはマーケットがないのも一つだし、ここから船で出したり、船でとにかく仕入れをするってことが、まず仕入れをすることで関税がかかってくるんだから、まず不可能に。だって誰でもわかるよね。東南アジアとかと比べたらめちゃくちゃ高くなっちゃうから、今度関税の方を払った方が手間もコストもあっちの方が全然便利だし、サイパンはだからまず無理なんだよね、そういうものは。うちが余ってるように見えるけど、ここまではないっていう感じだし、これってこんなこと言っちゃって大丈夫なのかなって思うのが本当に。だってこれローカルの人だってこんなの不可能だっていうことはわかるよね。税制のところを変えるつもりなのかな、知事は。税制が変わるんならありえる話だけど、今の税制じゃもう絶対に無理だよね、大企業が入ってくるには。そんな、逆に言ったらもう制度がコロコロ変わるから不安定ってことになって、大手企業にとってはむしろリスク発言でしかないんだけど、頑張ってメリットを出してるにしてもちょっと無理じゃねって感じなんだけどな。ちょっと難しい話だと思うんだよね。あとなんだっけ、現地規則っていうのがあって、この商品はどこの国で作られたことにするみたいな決まりがあって中国製にするかアメリカ製にするか、中国製品だったら関税かかるぞっていうことになっちゃうし、実
自主的な変化で形が変わった、機能が変わったとか、用途が変わったとか、加工が結構必要なはずなんだよね。サイパンでそういう加工がなきゃ多分ダメなはずなんだけど、深夜さん、日本人のデベロッパーの人たちは元気の後なんかある？この文字だけ見えないんだよね。元気かな。いやー、全然誰も会ってないからわからないよ。誰もお会いしてないですね。いるのかどうかもわからないな。いるのかな。いるよね。いるのはいるのかな。いるのはいるのかな。結局こんなさ、知事こんな話しちゃってどうすんだろうって。中国とかでエンジンとかドアの部品を作ってこっちにサイパンに送って組み立てただけじゃサイパン製になんないし US にはなんないし、原材料から新しい製品作るって無理でしょ。鉄を溶かしてフレームを一から作ったら。そしたらサイパンさんかもって判定されるけど、組み立てるっていうことを考えてたら中国産扱いになるから関税逃れはできないから、無理でしょ。なんでこんなこと言っちゃったんだろう。なんで会社の名前まで出しちゃったんだろう。これ普通に頑張ってる感でめちゃくちゃこれから良くなるよっていう意味で言ったとしたら、本当にわからないで言ったとしたら本気にやばいよね。いやー、その辺の人も深夜さん全くわからないです。会ってもないし見かけもしないし、別に会いたくもないし、まず知らないな、その辺の人全くわからないですね。本当に誰ともほぼ会わない生活してるんで、全然合わないな。日本人はいない、いないくないよ。いるよ、いる。日本人はいますよ、サイパンに。日本人は結構ちょろっと、ちょろっといる。ちょろっといるけど、みんなあんまり出てこないからよくわかんないんですよね。日本人ね、出てこないからわかんないんですよ。深夜さん、会ってサイパン盛り上げなきゃ。会ってサイパン盛り上げなきゃ。日本人とっていうことかな。日本人と会ってサイパン盛り上げるって感じ。
いやいや、大体こんなチャンネルやってる人に意気投合しないんじゃないの。サイパン政府の文句ばっか言ってんだから。治安の悪さ。いや、そういうのが大切だよっていう日本人ももちろんいるんだよ。そういうのすごい大切っていいことばっかり言ってる人なんか信用できないよって言ってくれる人もいるけど、にゃ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 ダメだよ、にゃ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 ちょっとじゃない、ジャンプしないでね。ジャンプしないでねねな。なるさん、政府はアポちゃん、アポちゃん政府はアポちゃん、アホね。なんでこんなこと言っちゃったのかわかんない。ちょっとまずいと思うんだけどね、私は。普通のローカルの人も普通に生きてる人は今サイパンがどういう状態で、経営者陣はねみんなわかると思うよね。税制がどういう風にサイパンがなってるのかで、松田の工場なんか無理だろうって普通に思うと思うんだけど、だからそんなこと知事が言っちゃったら頑張ってる感をアピールするどころか、何言っちゃってんのって多分普通の人は思っちゃうと思う。いろいろ会社に携わってるっていうか、なんだろう、普通に生きてる人なら多分普通に分かっちゃうと思う。そうなの、松田が来るのとは思えないと思うんだよね。普通に喜んで思える人がいたらちょっとびっくりしちゃう。でデメリットの方がメリットをじゃあ一生懸命考えてみよう。松田が来るメリット、松田が来るメリット、松田が来た時に松田が受けるメリットだよね。ないよね。考えてもメリットが、松田さんがサイパンに行ってやれるメリットが何も浮かんでこないんだけど、深夜さんどうにか光さんの配信を盛り上げ、最後の文字が読めないんだ。ここになんでこの変なのがね出てくるのかな。盛り上げるにはね、盛り上がんないからだんだん落ち込んできました。だんだんどうしようかなって思うようになりました本当に。でもここでやめても、うねさんはい来た、こんばんは。こんばんはですね。ここでやめるのもなんか悔しいなとかも思うし、深夜さん赤字を出して節税、誰を？松田だってそんな利益がある会社ではないからね。そんなに
こでサイパンで赤字を出したら相当な赤字になっちゃうと思う。かなりな赤字になっちゃうと思うから、赤字の方が勝っちゃう方が大きいでしょ。だって台風でも来ちゃったらしまっちゃったらどうすんのっていう感じだし、部品はだって全部輸入になるわけでしょ。松田さんやるとしたら部品が全部輸入となって、中国日本どっから輸入するのか分かんないけど、それだけでまず関税がかかってくるわけだし、そしてもう難関はやっぱ売上税だよ。サイパンの GRT、 あれはね、もう頭おかしいんじゃないのって言われるようなものでしょ。大手にとって大手で車とかなんか特にじゃない。100万円売って100万ドル売ったっていくらの経費がかかってんのよっていう状態になっちゃうから、赤字で経費削減にはまず無理だよね。にゃにゃ、ちょっとどいてください。すいません。ダメジャンプしないで。にゃダメですよ。ダメ。いやー、ほんとね、なんでこんなこと言っちゃったのかなって私は思っちゃう。ちょっとね、だって知事はなんか今回の知事はなんかダメすいません。ダメだよ。今回の知事はちょっと違うんじゃないかなって、なんかいろんなことちゃんと動いてくれるんじゃないかなって思ってる知事だっただけに、ちょっとねショックだなって、こんな発言されて。僕はやってる感出してるんですよっていう感じなのか、本気で思っちゃってるのか、どっちか知りたい。皆さんこんばんはで、こんばんはと、はい、来た、こんばんはこんばんはです。いつもありがとうございますね。チャンネルが盛り上がらないのも一番の難点なんですけど、考えちゃいますよね、やっぱりね。松田が来るって言ったことが本当に不信感でしかない。可能性としてギリ考えられるメリットとしては、人件費が本土より安いけどビザを取る手間考えたら、めちゃくちゃベトナムやタイとかフィリピンのが安いし、なんなら本土で工場やった方が安いし、関税を回避できる可能性もあるかもしれないけど、結局はね、どこのメイドインなのってことになっちゃうと思うから、まず無理でしょ。で、あとメリット、地理的に場所がアジアに近い、それはこじつけか。土地が余ってるように見える。縫製工場の土地は余ってるよね。でもインフラがないからダメだよね。インフラがね、でも整いそうな気配もあるんだよね。整いそうって言っても2030年の話だよね。出来上がる予定が2029年とか30年には、なんだっけ、光ファイバーっていうの、あれなんていうの、光が入る予定。
と言ってるから、2年ぐらい遅れるかもしれないけど、最近ちょっとやることが早いような気もしないでもなくないんだよね。昔みたいになんかちんたらちんたらっていう感じでもないのかなっていう思えるようなところもあるんだよね。道路工事とか、そうでもないか。結構道路工事もちんたらしてるか。今回ちょっとこの発言で私はちょっとショックを受けてしまったんですよね。とにかくもっと今の知事はなんかちゃんと動いてくれる人なのかなって希望を持っていたんだけどね、私の事件をちゃんと動いてくれるんじゃないかなって、こうまだ今まだあんまり動いてないけど、ちゃんとなし崩しにはしないんじゃないかななんて思いたかった私がいるんだけど、ちょっとこの発言を聞いてちょっとやばいなって。だって政策がフラフラしてるのか、コロコロ変わっちゃう状態でいるのか、それとも夢物語を見てる夢子ちゃんなのか、本気で思っちゃってたらもっとやばいでしょ。本気で思ってたらもっとやばいし、どう思いますミリタリー化するのは本当だと思われるから、この辺は観光も頑張って、その中でも観光は頑張っていきたいって。そうこれちょっとエースに立ち寄ってペンキのスプレー缶を買おうと思ったんですよ。そしたら前は$3ぐらいで買えてたんですよ。ちょっと前って言ってもどのくらいかな、$3、$4で買えてたんですけど、$7とかですよ。もう一番安いので$5台、それも2種類ぐらいしかなくて、私が買いたいなと思ったのは前確か$6か$7ぐらいだったんだけど、$17とかしてるからちょっと買えなかった。びっくりした。ペンキスプレー缶めちゃくちゃ高い。これアメリカ製なんですけど、輸入コストがだからそれだけ上がってるってことなんですよね。深夜さん、挑戦ブランクダイバー光丸々とし、久しぶりにディンプルでかすみ町長と戯れるか、1から1のからのか、戯れるからのスポットライトで謎の決めポーズどうですか。1万回1万回賛成間違いないですよもうありえないもんそれバズる。だいたいサイパンっていう題名はバズらないよ。なんかサイパンっていうのでとああああ何って読むのそれ。
あたれさんと YouTube コラボしましょう。それ誰ですか？あ、なんて読むの？ひらがな振ってください。うねさん。深夜さん、それ絶対ありえない話だから無理無理。それうねさんなんて読むのそれ？あ、この人も知らないし、その読み方もわかんないし、誰？日本で有名な人なの？もしかしてサイパンで有名な人なの？どういうこと？知らないんだけど、全くわかんないんだけど、どういうことかな？どういうことかな？教えて。マナルさん、もしもし。うねさん、もしもし。いやいや、うねさん、その読み方教えてください。なんて読むのあれ？あたれさん。そしてその人は誰？深夜さん、それもうほんと深夜さんの提案すごすぎて、ブランクダイバーどころじゃないからね。もう20年ぐらい20年ぐらい楽に潜ってないからね。どうやってレギュレーターをつけるんだかも忘れてしまってる状態だからね、本当に。どうやって息を吸っていいのかも分かんない状態ですね。無理無理。でもそれバズるかな？どうですか？一応うちの動画でバズったのは猫の動画ぐらいかな。うちのニャニャが来た時の動画ぐらいかな。あたれさんだか、なんとかさんと YouTube コラボわかんないですよ、誰だか。うねさん教えてくださいよ。もしもし。もしもし、教えてください。誰なのかがわかんないです。誰かとね、なんだっけ、ディスコネクト、ディスコネクション、なんかこう喋りながらで回線、こう電話回線でネットで喋りながらこうやれるツールがあるらしいんですけど、それをダウンロードしてみたけど設定の仕方もやっぱ分かんないから、余計なことすると繋がんなくなりそうだからやめてみたんですよね。で、知り合いの人がこの画面を見た時にVTuber かなんか猫とかでも喋らしとかないと、こう VTuber にしとかないと誰かと会話をこう画面でできる、パッと入ってきた時に誰かが話してると思えない画面だから、猫かなんか入れといた方がいいよって言われたんだけど、この自分の猫を VTuber にさせるやり方を読んでたんだけど、昨日も言ったかな、めちゃくちゃ難しくて、なんかね、いろんな角度で写真を撮ってそこから VTuber を作るツールみたいのに設定していくんだけど、結構難しい。深夜さん、テイストオブマリアナには
日本人の大食いタレントが来ますから一緒に大会出てください。テレビ放送されますよ。いや、テレビに出たいとも思わないし、あの日本人の大食いタレントが来るの？誰呼ばれてるんだろうね。お笑い芸人さんが呼ばれてんのかしらね。全然知らないや。誰が来るんだろう。毎年誰か来てるのかな。見に行ったこともないから全然わかんないんだけど、そういうの全く話題になんないよね。話題になってんのかな。サブウェイのサンドイッチでしょ。この間新聞でマリアナスバラエティに書いてあったけど、1本ぐらい平気で食べれるけど、早食いはできないよね。早食いは無理だけど、1本ぐらいは余裕で食べれちゃう。私は普通に。テレビ放送されちゃ困っちゃうよね。めんどそうな若かりし頃ならよろしいかもしれないけど、もう若くもないし、そういう状況下ではないですね。メンテナンスが先に必要ですよ。今日ね、こうフラフラしながら誰だっけ、しょうちゃん、ゆうちゃんのうねさんが言ってたタクシー止まってないかなってこう見てたんだけど、この間釣りのところにも行ってみたんだけど、誰もいなかったね。今日暑すぎていなかったのかな。誰もいなかったな。釣りのところにいつもバングラディッシュの人が釣りしてるから、防波堤のとこ行ってみたけど誰もいなかったよ。暑すぎてもう誰も出てきてないのかなって感じでしたね。ツーリストもいないし、タクシーの需要がないから。あかりさんって読むの？それ知ってるでしょうが、あかりさん知ってるけど、それあかりさんって読むの？マジで今知りました。本当にそれあかりさんって読むの？あかりさん YouTube やってるの？全く知らないし、こういう口調で喋れなくなっちゃうから盛り上げないとダメだから。ダメじゃないのこういう口調で喋れないよ。喋ったことない人ってどうやって喋ればいいのかわからないよね。でも電話越しか。電話越しどうかな。逆にちょっと知ってるからあれなのかなと思うし。あかりさんって YouTube をやってるの？いや、私世間の人がどれだけ YouTube をやってるのか知らないんだよね。この間出したまゆきちゃんと浅井くんとみっちゃんのチャンネルは会って話したから、たまたまあっちも私がこんなことしてるなんて知らなかったと思うし、こんなことしてるからちょっと動画貸してって言ったのね。綺麗な動画持ってるんでしょじゃあって言って、動画貸してくれるって言ったら、いいよ使ってって言って送ってもらったりしたもので、それまで全然知らなかったし、みんなが
YouTube やったり、なんかインスタグラムやったり。インスタグラム私は今回だから登録はしたんだけど、どうやって使っていいんだかよくわかんないし、あのね、人のとこ行かなきゃダメだよってこの間も言われたのね。人のとこ行っても私喋ることできないし、コメント難しいよね。コメントほんと難しいなって、みんなありがたいことなんだけど、みんなコメントしてくれてて、コメントをいきなり知らない人のとこにするのって、ツイッターでもそうなんだけど、いや昭和なんだよ、昭和なんだよね、これね。多分簡単に言っちゃうと、なんかいきなり間違い電話かけて勝手に物言ってるようなもんじゃないのって思っちゃったりして、私がこう言ったりしたら、なんかこういうね、深夜さんやうねさんやなるさんとこういう風に会話できるんならいいけど、相手にとってもし不甲斐なことを言っちゃったらどうしようとか、そっちが先に心配性みたいで、そういうことが先にあれしちゃうから、コメントとかを書けないんだよね。書きたいよね。だからツイッターもなんか書くことだけを書いて終わるみたいな。この間それを言われた時にちょっとトライして、今日は休みますとか書いてみたんだけど、反応ないし、別になんかこれって誰か見たら恥ずかしいじゃんとか思っちゃったりすると、なんだなって感じで、そういうのなくないですか？なくない？ないかな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 ？僕はひかりさんのことをふふふふふふって何それなんだよそれ。深夜さん、なるさん全くないです。昭和なんですよね、昭和。なんかお店に来てもらって喋るならまだしもって感じなものがあって、だからすっごい YouTube とかこういうのもうどうしていいのか初め本当分かんなかったけど、シーヤさん全然知りませんすいません。いやね、知ってる人もいるかもしんないけど、うねさんただいまどっか行ってたんですね。おかえりなさい。おかえりなさいいやほんとね、昭和なんですよ。だから考え方がなかなかね、だからこうなんかこういうも広がれない振り仮名を振りましたが、ありがとうございます。本当にあかりさんって読むんだ。それ知らなかったです。全く知らないですね。あかりってあかりさんってあかりさんのあかりさんのこと言ってるのかな。桜マリンのあかりさんって明るいっていう字かと思ってました。本当に本気で知らないです。本当にね、世間のことをね知らなすぎるんですけど、知ってる人ですよ。知ってる人でしょ。知ってます。知ってるのは知ってるけど、
そんなに話したことないし、お茶飲んだこともないし、ご飯食べに行ったこともないし、飲んだこともないしっていう感じです。あかりさん、名字を、ええ何、うねさん、あかりさんっていう人、えあかえあかりちゃんって名字なの？あすえあの知らなかった。あの人がそのあかりちゃんのこと言ってるんなら、いや全然知らなかった、名字だなんて。全く知らなかったです。知らないです。うねさん知らなかったです。私全く1ミリも知りませんでした。本気で何が書いてあるのか分かんなかったし、名字だなんて知らなかったし、あかりちゃんって呼ばれてるから下の名前だと思ってました。全然知らなかった。本気で知らない全く知らなかったです。もちろん読み方も分かんなかったし、勉強不足ですね。知らなかった。私が来た頃に一緒にこう遊んだり飲んだりしたの人たちって、あの方はサイパンでやっていけてるからすごいですね。すごいですよね。すごいと思う。私がね、やっぱ来た時はどっちかっていうとっていうか、私の年代で経営者っていうのがいなくて、サイパンで。だからどこと付き合っていいのか、どこの層と付き合っていいのか分かんなかったですよね。でなおかつ、もう今私の時代でいる人は1人2人3人4人っているか、結構いるけど表にはあんまり出てきてない人ばっかりですね。多分そうかな。今ね、サイパンでちゃんとビジネスが成り立ってる人って本当に少ないから、すごい人たちの中の一人ですよ。本当にみんな結構苦しい状態にいるから、どこの会社行ってもほんとやばいって言ってますもん。どうにかしてよって、こっちがどうにかしてほしいわって言って話すような状態が続いてますね。だって本当にいないでしょ、観光客が。黄色やピンクの車が今日は全く走ってなかったかな。月曜日だからみんな帰っちゃったのかな、昨日あたりで。黄色やピンクの車が走ってるとね、やっぱり観光客の人来てくれてるんだなとかと思うけど、一番古いのはメイダイブ。あははしげさんかな。ダイビングショップではしげさんっていうか、メイダイブよりマサダイブの方が古いから名前としてはね。ダイビングのインストラクターとしてはしげさんのが古いけど、
うねさん、恥ずかしい色のマスタングねって恥ずかしいね、あれね、結構ね、ピンクや黄色ね。ピンクとか黄色でカラフルなのがね、今日走ってないからね、全然。古いインストラクターとして、でもしげさん潜ってないんじゃないかな、もう。どうなんだろう。たまには潜ってんのかな。メイダイブさんが一番古いと思うけど、やってるのかどうかは知らないです。行ってない、あの辺に。通ってないな、あの通り。まさちゃんとこも通ってない。まさちゃんとこも通ってみようかな。なんかあそこの辺ね、なんか曲がれたり曲がれなかったり、今ね、昨日逆行しちゃった、逆行って言うんだよね。逆行してて危なかった。うわ、これ一方通行かもしれないと思って。うねさん、個人情報消します。はい、ありがとうございます。すいませんね。全然知らなかったです。まさちゃんとかの方がだから毎晩のように一緒に飲んだり昔はしてた。昔ね、昔の昔、その昔はしてたし、しげさんとかのはそうみんな奥に入っちゃってる人たちばっかりだから。アドニュースも今やめちゃったし、オートマリンだからその辺の人が毎日若かりし頃は飲んでた、一緒に飲んだりしてたような感じの人たちだったから、今みんな奥に入っちゃってますね。ね、どうやったらね、チャンネルがね、こうYouTube がね、宣伝してる回数みたいのが出るんですよ。インプレッションとかなんとかっていうのが、それがね、ものすごく低いの。宣伝してくれてないのね。だからどうやってみんな来てくれたかなって、すごくありがたかったんだけど、こうバンバンって表示されてるようなのをスクショで見せてもらったことがあるんだけど、周りに書いてあるのがアラビア語とか英語とか、こんなとこにあなたのページは出てますよっていうので見せてもらって、うわ、これじゃ日本人の人っていうかね、探せないじゃんって思ったのね。で、サイパンだからなのかなって思ったけど、そうでもないんでしょ。で日本のチャンネルとして、日本の地域でサイパンっていうことを立ち上げると結構反応があるらしいんですよ、どうやら。でも日本の地域じゃないのはもう間違いないから、それは変えようがないので、とにかく YouTube さんが表に出してくれてないっていうのがまずなんでかなって感じですね。盛り上がらないともうやっぱりモチベーション上がらないよね。なんかそのインプレッション数っていうのが上がってない、表示数表示数表示数に対してクリックされた数とかっていうのが出てくるんですよ。その読み方もよく分かんなくて、 OKGoogle で調べたんですけど、OKGoogle が違うかっちゃった。うねさん、スカイマーク強
技したみたいですけどダメだったんですかね。そうなの？スカイマーク競技したの？どうなんだろう。競技したこと自体をちょっと知りませんでした。どこ情報？マリアナスバラエティに書いてあったのかな。今日はマリアナスバラエティは知事の一言で私はちょっと幻滅してしまってそこから記事が進まなかったんだけど、そういうことも書いてあったの？スカイマーク競技って一瞬飛んでたんでしょ？一瞬いつ飛んでたんだか全く知らないんだけど、スカイマークに乗ってきましたっていう人を私は出会わないで終わっちゃったかもしれない。多分。ちょっと待ってくださいね。水飲む。すいません。皆さん、航空使用料無料だとか安くとか交渉したみたいですよ。確か先月だったような。そうなんだ。皆さん、1回だけスカイマークで行きましたよ。すごい貴重な体験をしてるんだ、うねさん。すごい貴重じゃないですか、それ。深夜さん、トレビアンはなくなった。終了です、終了。いつだっけ、12月 ?1 月この辺でなくなっちゃいました。なくなりましたね、トレビアン。だから対抗するとこもなくなっちゃったから、マリアナバラエティからゆるゆるにもっとなっていくのかなっていう感じもするけど、もう政府寄りの話しかしなくなっちゃうのかなって思ってたんだけど、昨日だか先週だかはね、政府はみんなに毒入りのワインを飲めって言ってるようなもんだって、毒を吐いたからちょっとびっくりしてるけど、いけーと思ったけどね、君んとこが言ってくんなきゃ誰が言うんだって感じだから、君が言わないと誰が言って誰が見てくれるんだって感じだからね。レビューなくなっちゃったね。結構ね、だから大きくやってたようなところがバシッとなくなってるから、酒屋さんでも何でもちょっとびっくり。でもスカイマーク競技したんだ。ちょっと調べてみよう。ね、空港使用料とかを結局は安くしてみんな来てくれたり一時期してたのに、安くしてっていうかこっちから負担金を出したりして補助金を出したりしてみんな飛んできてくれたのに、飛んできてくれると光さんタバコ入ったなんで分かったんだろうねさんお姉さんカメラつけてる補助金みたいのをサイパン側から出して来てもらったりしてたのに、いきなりみんな飛んできてくれたりするといきなり飛べんだよね。 10% 引くとか 20% 今度
カットしますよとか、そういう少しの段階っていうことを知らないんだよね。ほんと意味がわかんないんだよね。あれ、お姉さんすごい耳がいいのかもしんない。そんなそんなにこのマイク拾うの？パソコンのマイクなんだけど、すごいね。知りませんでした。いやだからね、そんで、誰かコラボって言っても、コラボって何すればいいんだろう。だってコラボ、そのあかりちゃんっていうページは爆発してるわけ？爆発してる人とコラボしないとダメなんだよね。サイパンで誰が人気な YouTuber なんだろう。人気な YouTuber の人と釣り合いたいよね。登録者がいっぱいいる人。鼻息も聞こえます。嘘ですけど。すいません、皆さんすいません。いやね、だからさ、結構ね、ほんと真剣に思うよね。あれれっていうか、なんつうの、やっぱり YouTube って難しいんだなって思う。なんか綺麗な映像が撮れるわけでもなし、面白いことが言えるわけでもなし。皆さん、毛のない YouTuber いますよね。毛のない YouTuber？ ヒカキン？ヒカキンは違うか。ヒカキン系あるもんね。毛のない YouTuber？ わかんないな。私が見るのは池崎のふーちゃんらいちゃんっていう猫の動画、あとなんだろう、あと坂上家猫の動画サイパン在住のサイパン在住のは見たことないわ。全く知らんのよ、本当に。ダメだね。サイパンで検索してみます。今度サイパンで検索してみればいいんだね。いや本気でね知らないのよ。だから全チャンネルとオーラくんオーラくんオーラくんジンヤさん、オーラくん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 サイパンのオーラくんっていう人がやってんだ。毛のない YouTuber。その人、うねさん、その人、オーラくん。もうわかんねえ。オーラくん。見てみます、今度。この人がやってるんだ。その人が人気な YouTuber なんだ。わかんねえ。聞いてみますじゃない、調べてみます。
オーラくん、かわいい、かわいい名前だよね、オーラくん。私も題名変えよう、ちょっと。Google と話し合ってみる。オーラくん。やってみます。見てみます。サイパンの動画やってんだ。でもね、全チャンネルさん、みっちゃんのとチャンネルとか、サイくんの、チャンネルとか、まゆきちゃんのインスタのとか見ると、いやー、綺麗なんだよね、大体が。映像が。深夜さん、何年か前に配信ストップしてます。あ、だからそういう人多いんだって。だからみっちゃんなんかも、全チャンネルさんも、なんだっけ、コロナの時期にやってたけど、やめたって言ってたし、みんなそういう感じの人が多いらしい。コロナの時期に結構頑張って配信してたらしいんだけどね。ちょっとお水飲みます。そういう人多いらしいです。配信ストップして。オーラくん、かりさんとコラボしてたよ。あ、そうなんだ。そのコロナの時期ってことかな。そうなんだ、そうなんだ。そのオーラくんと、オーラくんっていうのが人気ある人なんだ。誰だ。かわいい名前だよね。コラボっていうのは同じ場所からってこと？だって大体が顔出ししないから電話でっていうかそのなんとかなんとかっていうのを使ってやるってことだよね。ねえねえって聞いてない。なんとかなんとかなんだっけ、オンライン上で電話で喋るような感じのやつを入れてやるってことだよね。顔出ししてる人だと、オーラくん2015年のなっちゃんに多分載ってた。オーラさん。あ、オーラくん？あ、なんだ。オーラ、なんだ。オーラくんってなんだかわいい子を想像しちゃった。まあオーラくんね、可愛くはなくはないけど、可愛いけどオーラくんね、なるほど。そっかそっか。オーラくんはオーラくんなんだ。あ、YouTube やってるんだ。なるほど。見てみます。なるほどなるほど。オーラくんのことなんだ。知らなかった。そういえばハゲてますね。大浦直樹さん、そこまで知らないよ。大浦くんっていう名前は知ってるよ。大浦くんはわかるけど、オーラくんって言われても、なんかオーラくんっていうなんかマスコットみたいな感じなものを想像しちゃったから。うねさん、奥さんは日本人だよ。知らないです。誰と結婚してんだか全く知らないです。全く。よく知ってるね、うねさんね。全く知らないです、そういうとこ。誰が相手なのかも、日本人なのか何人なのか、結婚してることさえ知りませんでした。あ、結婚するんだっていう頃はなんか聞いたような
気がするな。昔15年ぐらい前になんかそんなようなことを聞いたような気がする。そういう程度で分かんないんです。すいません、勉強不足で本当に知らないんですよ、世間のことを。本当に本気で知らないから本当に申し訳ない。もうサイパンって書くなって感じだよね。本当にお前ローカルかって感じでしょ。申し訳ないよね、なんかね。本当に知らないや。みんななんかコロナの頃にやってたんだよっていうのは全チャンネルの人から聞きましたね。あ、そうなんだと思って。本当付き合いあるのが片手に余るんで、日本人の人片手で余っちゃうから全く知らないんですよ、本当に。すいません。何して生きてんだって感じでしょ。フリーペーパーに載ってるよ。日本人の奥さんが大浦君はわかるよ。大浦君はわかるけど、その大浦君が結婚してるだの、誰がと結婚してるとか、その相手が日本人なのかとか全然知らない。そういうのを知らないって感じ。だからあかりちゃんの名字も知らなかったし。深夜さん、ダイビングしないなら密着サイパン在住の敏腕マルチトレーダーの一日を初公開いかがでしょう。誰を密着すんの？タジぐらいしかトレーダーって知らないな。誰かトレーダーいるかな。トレーダー敏腕マルチトレーダー誰かいるか。みんなこそこそってやってるかもしれないから分かんないよね。深夜さん密着してみたいけど。深夜さん、あなたでしょ。私全然敏腕じゃないし、私全然やれてないし、お金ないからやってないですよ。やりたいよね、今みたいな相場。めちゃくちゃ意外と読みやすい相場だよね。で141円、今日明日で141円20ぐらいを50ぐらいを下回ったらもう137円目指してくれるんじゃないかって感じだよね。もう一回143円50叩いてからじゃないと落ちていかないのかなって思うし。ねさん、サイパンに行った気分になるような動画をかも。それはさ、多分本当みっちゃんの動画とか全チャンネルさんとかの動画とかみんなのだって浅井くんの動画にしろアクアスミスさんねの動画にしろめちゃくちゃ綺麗だから、みんなまゆきちゃんの動画ももう本当お
話にならないわけよ、私のレベルだと。ああいうね、ああいうドローンとか使ってあんな綺麗な動画、うちにもね、なんかね GoPro みたいの2個あるんだよね。使い方わかんないの、昔もらって、 GoPro が流行り始めてしばらくしてからなんか2ついただいたんだけど、ここにあるんだけど使い方わかんなくて使ってないんだよね。なんかね、海の中も潜れるようになってはいるんだけど、パッキンみたいのがついてるやつ、ずいぶん前だな、1年ぐらい前にもらったのかな、これ。日本のお客さんが持ってきてくれたやつで7年ぐらいかな。いやいや、このぐらいだと思うんだけど、使い方が分からなくて使ってないんですよね。大体がこれなんかどうやって動くのか分かんないし、バッテリーはどうすんのって感じだし、チャージするのなんかよく分かんないんですよ。深夜さんが初めてサイパンに来た設定で東南島観光動画を深夜さんが知り尽くしてる感じでっていうことになっちゃうよ。深夜さんがサイパンに来た動画になっちゃうと、なんかマニアックなとこばっかり映して終わりそうな感じかな。でもサイパンに実際の話、サイパンの綺麗な映像を見るんだったら、サイパン観光協会の映像もあるし、それこそそういう海の人たちがいっぱい出してるのもあるだろうから、どうかな、そこに対抗はできないし、こんな綺麗な動画撮る、うねさん、私のブログ見たことあります？深夜さんも私のブログ見たことあります？ほんとね、写真とかのセンスないんですよ。それでもね、結構見てくれてた人はいたんですけど、今読むともうね、何書いてあんだって感じ。小さい「あ」とか小さい「つ」とかをつければ翻訳をされないで済むよって教えてもらったことがあって、あ、そうなんだと思って、なるべく翻訳とかされないように小さい「つ」とか「あ」とかいろいろ使っていろいろ書いてたんですよ。深夜さん、何にもないですね。I'm boring ねさん、自分がその設定でいくと声をかけられちゃうので、なるほど。だけど、だからそういう映像で戦う気はないのでかといって喋りで面白いことを言えるわけではなく、ゆるっと喋るぐらいしかできないので、こういう感じって言ったらなんつうんだろうな、店にいる感じ、自分のお店でうちのお客さんと話してた感じかな。もっとひどいこと言ってるかもしれないですね、お店にいる時は。お店の時はね、コンプライアンスが、ね、みんなにあれされてるわけじゃないからね。 YouTube だといろんな
制限がかかってくるから、これでもめちゃくちゃ抑えてるんだけど、政府に対するところ特にそういうね、どうなんだろう。まずはフロントガラスをきれいにしましょう。そうだよね、私もそう思う。去年ワイパーはピッピッてかけてみたんだけど、その後が汚いって感じだよね。その後が汚いよね。ちゃんとタオルで拭くとかなんとかをしなきゃダメなんだろうね。ね、ね、みんないろいろやってて、全チャンネルさんにしかりみんなのチャンネル見ると結構再生回数とかいっぱいあって羨ましいんだけど、過去のものだからって言ってたけど、私の方がチャンネル登録者数は多いんだよね。だけど再生回数そんなに伸びてないんだよね。どういうことだろうって感じだよね。全然意味が分かんなくて始めた頃、猫ちゃんの動画の頃かな、あの頃はバンバン上がってたんだよね、再生回数で。陣屋さん、裁判すぐ塩吹くんですよね。そうね、塩も吹くよね。これも多分ね、これはね、多分汚れ。今日の白いのはワイパーピッピッってやった汚れなんだけど、フィルムがね、まずヒヨヒヨってなってるから、フィルムがね、ダメなんだよね、きっとね。綺麗に。フィルムも真っ黒だからね、大体が。色も良くないよね。どうやったらチャンネルって伸びていくんだろうって。猫の動画出してた頃はすっごい伸びてたんだけど、で政府の私の本当に書きたいことを書き始めたら、めちゃくちゃ再生数はバーッと一時期上がったけど、止まるよね。そっからなんかね、紹介してもらえなくなる YouTube に。で現在に至るって感じかな。そっから伸び悩んだままで動画を作っていたけど、もう動画を作ってAI で声入れてたりするのがめんどくさくなっちゃって、もう自分で喋った方が早いなと思って喋り始めちゃった感じです。そしてリハビリ、自分の声の出なさ、声が出ないのと、最近これでもちょっと喋れるようになってきた方だと思うんだけど、もう口が回らないどころか声が出なかったから、これでもみんなが相手にしてくれるからまだ喋れるようになってきたっていう感じかな。今だから頑張ってトライはしてるけど、もうこんな伸びないんだっていうのをすごい実感してる。そのオーラくんとかはすごい登録者とかがいるのかな。見てみよう。人気なんだね。ひかりちゃんのも見てみよう。周りにね YouTube 近い人とかで YouTube やってる人が
全くいなかったから、近い人がいないんだけどね、大体がこの何年間も。え、何何仮想枠。仮想枠は仮想枠の楽しさがあるよね。うん。今日で、また数えるの忘れちゃった。何回目のライブなんか数えようと思ってたんだけど忘れちゃった。多分30回ぐらいは超えたと思うんだけど、どんくらいみんなどんくらいやってどんくらいの人がついてんのか、どんくらいやってどんくらいあれしてんのか全然全く分かんないんだけどね。でもまあ応援していただけてる、見に来ていただいてるだけありがたいなって思います。これ一人でやってたら本当寂しいよね。かなり寂しいし、どんだけやったらどうなるのかも全然あれが予想もつかないし、こんぐらいでこんぐらいでしょ大丈夫ですよ、全然わかんない。こんぐらいでこんぐらいでしょこんぐらいでこんぐらいでしょこんぐらいでこの映像とかこんくらいでこんくらいでしょって感じです。なるさん大丈夫ですよって。深夜さん、阿波踊りとかには参加してないんですか？しないよ。あれ子供が参加するやつでしょ。しないです、しないです、してないですね。何かに参加するっていうことがまずない。お姉さん、私も前はライブというかツイキャス配信してました。ツイキャスって聞いたことあるけど、それがどういうものなのかわかんないけど、こういうものなのかな。どうだったお姉さん、それは。ツイキャスはバズりました？バズったかな。どのくらいの人が見に来てくれたりしてたんだろう。っていうかやめちゃったの？そうだ、うねさんありがとうございます。あのなんだっけ、ツイッターフォローしていただいたみたいで、フォローフォローで出たから、私もフォローバックってすぐおっしゃいましたありがとうございます。10年前だったので20人とかですねって。すごいじゃん。でも20人とか。私ね、ライブ配信始めて2日間ぐらいね、結構人いたんですよ。100人ぐらいいたの。100人とか。違う、始めて2日目か3日目かな。いや、100人ってことは200人ぐらいいたかな。なるさん、私もフォローしてます。本当？なるさんって名前じゃないな。じゃあ、他の名前だな。なるさん。いや、ツイッターもフォローされたらフォローし返すことが多くて、深夜さん、ツイキャスの石川紀之面白いですよ。へえ。
知らない。全く知らないんだよね。ツイキャスっていうのの使い方も知らないし、ツイキャスが何者なのかわかんない。ツイキャスっていうのをダウンロードしなきゃいけないの？ツイキャスっていうのはラジオみたいなもんなのかな。姉さん、車載配信やオートバイ配信がメイン。あ、そうなの。あ、映像を出すわけ？じゃあ映像をオートバイに乗ってる映像で、サイパンでも配信しました。そうなんだ、そうなんだ。っていうことはスマホでできるってことだよね。でツイキャスっていう映像ってことだから、YouTube と同じってことでしょ。場所が違うっていうだけだよね、結局ね。土台が違うっていう。違うの？違うの？そういうことでしょ。そういうことだよね、きっと。スマホでできまするよ。だからYouTube でやるか、そのツイキャスっていうホームでやるか、TikTok でやるかっていう、そういう意味でしょ。私はたまたまこの YouTube でやってるっていうだけの話ってことだよね。パソコンでもできる。だから結局プラットフォームが違うっていうだけのことだよね、結局は。違う？そういうことだよね。そういうことでいいか。だよね。だって X で配信してるような人もいるわけでしょ。ツイッターで配信してるっていう人もいるわけで、そんなあっちもこっちもプラットフォームがあったら大変すぎるからYouTube だけでちょっと精一杯なんだけど、でも20人もフォロワーさんが20人とかこう来てくれてたんじゃいいよね。初めだったかな、2、3日後かなんかにいきなり200人とかいきなりいたことがあって、ちょっとびっくりしたことがあるんだけど、2日間ぐらい結構バーッといたことがあって、ちょっとびっくりしたことがあった。あれは YouTube が間違えてこの人宣伝しちゃったって感じかもしれないし、間違えちゃったみたいな感じでやめたのかもしれないし、わかんない。姉さん、ツイキャスで配信、動画で YouTube にしたらどうでしょう。何それ。YouTube では動画をこう作って出しといて、ツイキャスで配信をするっていうことなんだ。ツイキャスでも映像を流すってこと？これは大変だよ。そんな時間はないさって感じだよね。これはそんな時間ないさでしょう。これは大変じゃん。143円また登ってきましたね。1
回143円こう回るぐらいつけないと落ちようがないから登ってったのかなこれ。最近ドル円がね3円4円バンバン動くようなチャートしてたと思ったら、ここ今日とか昨日とかなんかちっちゃいとこでもじもじしてるから意味わかんないよねこれね。深夜さん、何かチャレンジしたいものはありますかの？何かチャレンジしたいものはありますかの話続く？ここ続く？それともこのまま答えていい？チャレンジしたいものはいや、お店を復活させることだけど、今の政府の状態だと政府の税制もうやばすぎるって。儲かったら儲かっただけ仕入れてなくて在庫じゃない仕入れをしないで売り上げが上がって税金を払うならもちろんこんなもんを生産を自分でしてだ野菜とか作って売れるんならまだ儲かるけど、今の税制じゃ無理。儲かれないですね。深夜さん、全く違うな。ビバレッジはどのくらい？レバレッジのこと言ってるかなうねさん、出資しましょうかの。なんか脳が流行った今度は。脳をつけることになったの？そのなるさはてなの脳だけじゃなく脳をつけることになったの今度。なんかそういう習慣ができた？ビバレッジはレバレッジのことを言ってるかな。出資しましょうかのでのみんなわけわかんなくなってきただんだんビバレッジっていう言葉がビバレッジだとしたらちょっと何を言ってんだかわかんないし、レバレッジのことだったらレバレッジは今やってないから全然わかんないですねルネさん、みんなのノリが良くて好きですね。本当にのってのが今度つくことがルールになった感じでもおかしすぎます。笑えますね本当に。いや本当にね、何をしたらねいいのかって感じだよね。この税制って本当ちょっとね知事は考えるべきだと思うんだよね。この状況のサイパンの中でマリンスポーツしかりそうだと思うんだけど日本のトレンドの日本のトレンドのなんでしょう。日本のトレンドのなるさんも日本のトレンドのなんでしょう。あ、のつけるのが日本のトレンドなの？マジ？そういうこと？
本当。でもね、簡単に信じすぎるのが私の悪い癖だったから、もうね、人を信用しないことにしたの。で、人を信用しないことにしたら、だんだんこう、鬱に入ってっちゃったから。あんまりね、だからもうね、真剣に考えるのをやめようと思ってる。チャレンジしたいものは、だから、今のサイパンではね、流行ってまするの。そう。流行ってまするの。そうなの。ハルさんも脳やめ、脳やめての。脳何の。何の。もう。みんな脳つければいいような状態になってるの。脳つければいい状態になってるの。なんかねえ、チャレンジしたいものはね、だからとにかく税制がもうちょっと知事の一声で、それこそ今回テニアンのカジノをやめまするって言ったんだから、もうやめまするで知事の一声で全部消えたわけだから、知事の一声で税制変えた方がいいと思うんだよね。売上税なんて言ってる国滅びるよ。みんな経費かかんだからさ、ガバメントぐらいだよね、ほんと経費が湯水のように出てくるところは。湯水のようにみんな出てこないんだって、本当に。何かするにしても、どっかサイパンっていう島なんだから、どっかから仕入れなきゃビジネスは成り立たないわけだから。そして今度トランプさんの関税、私トランプさんは大好きで、前に昔コロナに入った直後にもう飛行機が止まったんですよ。せっかくにテニアンにドコモのケーブル引っ張ったのに。いや、だってテニアンに何を引っ張っても、あれはミリタリーのあれで引っ張ったわけで、カジノのために引っ張ったわけじゃなくて、カジノもやって収益を得ようとしたんだろうけど、それに対する結局人件費とか、どう考えたってセキュリティが守らないならないでしょ。無理でしょ。今すぐにそういう人を揃えなきゃなんないって言ったら、それ国の責任になっちゃうんじゃないの。やっぱりいろんなセキュリティ対策をしないでオンラインカジノ始めて、何も責任はありませんなんて言うわけいかないし、結局ロイヤリティじゃなくてなんだっけ、申請料とかさ、そういうのは国がもらってるわけだから、そういう面では国が責任を負わなきゃいけないから、国っていうかサイパン州、それには無理だと思うよね。深夜さん、ストリートマーケット出品費用はいくらくらいなんですかね。50ドルぐらいって言ってたよね、この間。違うっけ、75ドルだっけ。50ドルぐらいから75ドルぐらいだと思ったけどな、この間新聞に書いてあった情報によると、確か。ちょっとお水飲みます。すいません。
すいません。ストリートマーケットは45ドルとか、そんなもん、45ドルじゃない、50ドルぐらいから75ドルぐらいだと思いました。テニアンのカジノに関してはもう責任が持てないから無理だっていう話でしょ、結局は。申請料が確かに2万5000ドルだっけ、それと加えて2500ドルとか何か追加費用で取られていくっていう、2万5000ドルぐらいならみんな結構出せるような人たちが、お金持ちがやりそうだけど、結局は賄えない、セキュリティの面が全然追っつかないからじゃないかなって思います。個人的な考えです。どう考えても無理だと思うけどな。だって今の状態ではね、だからそういう会社がそういうのを、そういう人も持ってきてくれて、それじゃセキュリティになんないか、ダメか、どっちにしてもダメなんだよね、きっとね。だから見えるのは、目の前に見えるのはまだ本当にガラパンのカジノがもう一回オープンした方が目の前に見える現実なんじゃないかな。オンラインとかの方がセキュリティとかを守ることに対して何もできないもんね、多分。ちょっとね、今日の知事の発言で私はちょっと知事の考え方がよくわからない。本当に無知で言ってることなのか、本当にどっちなのか意味がわかんない。頑張ってる感を出すにしても誰でもわかるような嘘みたいな、なんかそんなわけあるかみたいな話じゃない松田が来れるわけないじゃんかって、冷静考えてよって、本当に誰しもが思うと思うんだよね。自分のだって過去なんかの売り上げとかをやっぱ考えたりして、昔良かった頃とか、本当良ければ良いほどどんどん持ってかれちゃうわけだから、で良ければ良いほど仕入れしなきゃいけないわけだから、本当ね、薄利多売になっていくから、どっから持ってくればいいのこのお金って状態になってくるからね。いい時はいいかもしんないけど、そういう問題でも全然ないんだよね。一時期7店舗で電気料金が500万になったことがあって、ぶっ飛んだもんね。それをさ、経費で見てもらえないところってないでしょ、普通で。売り上げもろくにないとかの時に、まずは葉っぱ解禁を知らせなくちゃ。誰に誰に葉っぱ解禁みんな知ってんじゃないの。サイパン、グアムサイパン両方とも解禁になって、サイパンはアメリカの中で初めて住民投票をしないで政府が勝手に解禁にした場所だよ。葉っぱ解禁ってマリファナのことでしょ。サイパンは一番身勝手な場所とも言ってたよ。
アメリカの中でみんな葉っぱを解禁するのは、マリファナを解禁するのは住民投票でその地域の人たちが決めるんだよね、普通は。サイパンは政府が解禁したんだよね、勝手に。住民投票せずに。そんな州、今までアメリカではなかったんだよね、そんな州。知事の一声だよね。知事の一声で解禁になっちゃった。だからそれだけ葉っぱを吸う政府の人たちが多かったってことでしょ。だからなんだっけ、都市伝説かもしんないけど、ミドルロードのある区間でそこのスピードだけが何マイルだっけ、そこだけ45マイルに許されてる。ここは昔どっかの議員さんが捕まって、ここはこのぐらいの速度じゃなきゃダメだって言ったからその速度になったという説があります。ねさん、意外と知られてないみたいですよ。そうなんだ。私の動画ではね、もう流してるけどね、見る人が少ないから見る人が大体が、だから私の動画では見る人が少ないから広まんないんだってすごい多ければ広まるんだろうけど、もうね、政府に対しての異議を唱えた動画を書いてから再生数が少なくなったという伸びなくなった。ちょっとコーヒー飲みます。で、深夜さん、さっきレバレッジの話をしてたけど、深夜さんは投資家なのかな、トレーダーしてるのかな。トレーダーさんなの。トレーダーさんの人いますか？うん、私は昔やりました、少しの文章なんか違うってうねさん、息子がトレーダーさんなんだ。へえ、そうなんだ。じゃあパソコンに貼り付いてる感じだ。あ、今パソコンじゃなくてもね、携帯でもスマホでできるんだもんね。そうだよね。スマホでチャッチャッと見てチャッチャッといけるんだもんね。息子さんがトレーダーさんなの。でもトレーダーさんの人って大体、パソコンでやってる人多いよね。なかなか携帯だけじゃね。深夜さん、ヘビーな愛好者は X カラーズで水パイプ買って売ってたもんね。そうそう、父さんとこでね、水パイプバーって揃えてたからね。うねさん、息子32歳独身で心配です心配、なんで心配なの。32歳独身、ありありでしょ。全然。なんで息子っていうぐらいだから男の子でしょ。全然男の子32歳独身、全然心配じゃないじゃん。全然そんなのありありだよ。
心配っていうのは結婚しないことを心配っていうことだとしたら全く心配ないし、お姉さん大丈夫の全然32歳独身、結婚しないことをちょっと心配とか言ってんだったら全く心配ないよ。もう全然ありありだよ。そんな今時32歳独身なんて、そんな普通普通。そしてトレーダー普通、全然普通、全然心配なし、ありありです。お姉さんやばい、わしの年齢がバレるじゃん。そうだ。だってあかりちゃんと同い年とか言ってなかったなわけないか。だからさ、 LINE でコメントするのはやめようよ。意味わかんない。全然大丈夫。32歳独身トレーダー、全然ありあり、何の心配もないです。そんなのうじゃうじゃいるし、普通だよ今時。50は言ってません。それで32歳の子供なの？ちょっとどういう計算すればいいのよ。そういうのあったよね昔。なんだっけ、金八先生。なんかあったよね、そういうの。32歳の息子で50いってないって、うふふふふ。うふふふだよね。まあいいか、その辺はね。ちょっとだって計算合わなくなっちゃうもん。金八先生状態になっちゃうし、32歳でも独身で男子でトレーダーで、全然ありあり。それがなしと考える方が心配と考えるのが心配だよねさん。全然ありだよ。そんな過保護なんかいって感じ。もう全然 OK。 普通だな。40手前ぐらいには嫁連れてくるんじゃないの？もう全然ありありだ。孫欲しい。そうなんだ。そうなるんだ。孫を求めるんだね。孫とサイパンに行きたいんだ。なるほど。そうなのね。そういう夢があるのね。まああと10年ぐらい待ってあげたら、10年かかんないんじゃない？ 8 年8年で、そっから子供かもしれないし、8年で子供ができて結婚しちゃうかもしれないし、そんな感じじゃないの今の人って。多分。ほんと最短ね。まだ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 全然余裕でしょ。お楽しみはね、後に取っておいて。孫か。
そういうそういうのは夢見たりするんだね。なるほど。全然考えたこともなんかなかったな。でもね、結構みんなね、幸せそうに暮らしてる人を最近よく見るから、羨ましく思うよね。60までには欲しい。あと12年なんだ。そうなんだ。あと12年だとしたら、この辺で来るんじゃない？孫が。大丈夫だよ。全然心配いらない。問題なしです。そのうち孫ができちゃったって言うかもしれないしいきなりメッセージ削除されちゃったよ。なんで？あって何？あって何ですか？今度はメッセージ削除したから。なおさんも何？なるさんか。なるさんもあえでも上目指してなんかゴールデンウィークあたりちょうど落ちそうですね、ドル円がね。深夜さん、サイパンで暮らしているひかりさんが一番幸せで、なわけないじゃん。動けないからここにいるんだよ。うねさん、わしはフリー素材だからいっかってフリー素材なの？うねさんフリー素材なの？うん、ある意味どれがフリー素材って言っていいのか分かんないけど、私もフリー素材だから、最近だからね、出会う人幸せな家族を見たりすると、ああそういうのを作っとけばよかったなとか思うよね。そういう環境にあったら今が楽だったんだろうなとか思うよね。本当に苦しい時とか、誰かが一緒にいたら苦しみを2人で分けられるのかってよくあるじゃない。あんなん絶対分けらんないよねって思うの、私は。でもな、奥さんと旦那さんっていう夫婦でっていう立場だったら分けられるのかもしれないけど、個々になんかビジネスをしたり個々に何かをしてるとなかなかそういうふうにはならないのかなとか、そんなことないか。そういうんじゃないな、なんかね、そういう目でそういうんでもないな、なんかな。自分だけで話して自分だけで納得してごめんなさい。うん、ね、いやなんか孫が欲しいとかなるんだな、やっぱり。全くそういう、何？あ、今度は「あ」が流行ってんの。深夜さん、比べない、執着しない。ああね、そうだね、それ一番いいんだよね。そうそう思います。それが人間ってなかなかできないから難しいのかもしれないですね。それもなんて言うんだろう、私がやっぱりもう
誰とも喋らない、誰とも付き合わないってなっちゃったのはやっぱりもうそういうところっていうか、なんつうんだろうな、信じない誰も信じないとか、そういう面からそういうとこに入ってったから、そして自分で一つ一つ卵の殻を作っていって、10年ぐらいちょっと無駄にしたから、10年、この年になって10年無駄にしたのは結構でかいからね。こうちょっと復活しようとしてから復活しようとして自分で本当にもう自分でやるしか、自分でやるしかないのはずっと分かっていたことなんだけど、自分で自分で自分を復活させるしかないっていうのはずーっと分かってたことでも、やっぱり恐怖とか怯えとか、全部そこだよね。そこから外にも出れないな、今でもそういう気持ちはあるけど、もう復活をするタイミングっていうかになったのが YouTube が一つでもあるかな。お姉さん、自分からしたらサイパンに住めるなんて羨ましいです。なんで誰でも住めるじゃん。住むのは住めるよ。住むのは住めるけど、そこで生きていけるかが問題なんだってば。生きていけないんだってば、本当に。生きていくのが辛くてこういう状態になってるから、生きていくのが辛い状態でのずっと10年間を過ごしてしまって、もうほんと無駄だったなって思うんだけど、友達ともこう LINE とかでずっと喋ってた友達とかがいたんだけど、そういう人とも喋れなくなっちゃったんだよね。ある意味向こうからしたら不義理みたいに思われちゃったかもしれないけど、もうね、その人たちとかにも話しても多分理解してもらえないから諦めちゃったっていう感じ。それで結局自分の中にお姉さん、エアコン工事くらいならできますが仕事ありますか？エアコン工事仕事、サイパンの今工事する人ってめちゃくちゃ足りないんだよね。何が問題かってビザの問題でしょ。ビザをでも今日トランプ大統領がアメリカに働く人、アメリカに起業する人、どんなあれでもウェルカムって言ってさっき発表してたよ。トランプさん早起きして発表してた。9時ぐらいの話、サイパン時間9時半ぐらいかな、発表してた。どんな企業でもアメリカに起業をさせる会社には考慮するって言ってた審査とかを緩くするって言ってた。もう何でも来いって言ってたよ。アメリカ本土の話なのか、サイパンをアメリカと知ってるのかは分かんないけどね、トランプさんが。知ってると思うけど、コモンウェルスっていうことは
私ね、多分トランプさんに助けられたっていうようなことがあったんで、ちょっとトランプさんは憎めない存在であるんだよね。関税だのなんだのやってるけど。うねさん、前しゅうちゃんにココナッツ亭に取り付けてって言われて、取り付けたの？ねえ、うちはね、エアコンね、下に1台、下の部屋に1台ね、ぐらいに買ったんだっけな。結構前に買ったやつだけど、省エネのやつを買ったんだけど、買ってすぐに、買って1年ぐらい動いてたけど、1年ぐらい動いてたけど、なんか冷えなくなっちゃったんだよね。で、それからもう諦めて使ってない。これ今ここに使ってるやつより電気料金が安いはずなんだけど、もう全然使ってない。それ直してください。じゃあ、深夜さん、ひかりさんのボディーガードダメですか？ありがたいですよね。そんなボディーガードだなんて、本当に危ないかもしれないから。うねさん、道具あるから断りました。道具あるから断りました。どういう意味？道具あるから断りました。なんでエアコン工事くらいなら仕事ありますかで、しゅうちゃんココナッツ店に取り付けてって言われて、道具あるから断った？道具あるからやってあげるよじゃなくて、道具あるから断った？なるさん、荷物的、荷物的にね、荷物が、なるほど荷物を持っていかなきゃいけないからってことね。そっか。なるほど。日本から荷物を持っていかなきゃいけないからやめたってことね。なるほど。今ね、ほら、なんだっけ、ドコモとかの LINE 引いたり、インターネットの LINE 引いたりする会社を立ち上げたりするとね、助成金がサイパンじゃない、アメリカから降りるんだけどね、ちょっとエアコンじゃちょっと違うよね。電話回線の会社だよね。インターネットの LINE を引いたりする会社だよね。もう人が足りなくて本当困ってるみたいね。だからまたこれからしばらくの間イリーガルの人たちが増えるんじゃないかなとも思うよね。助成金その助成金だったらうねさん喜んじゃうだろうけどね。違う方だね。そっちの字じゃない方だね。薬飲むの忘れてた。ちょっと待ってください。少々お待ちを。少々お待ちください。
すいません、お待たせしました。お金より女です。お姉さん。深夜さん、ココナッツ亭最初のオーナーの時、食事してると、漁船の投資話をよくしてきたな。よく聞くね。よく聞く。それ。それね、よく聞くね。昔いろいろあったみたいだもんね。漁船なんか出てんのかな。あ、出てはいるよね、普通のローカルの人たちがね。昔よくあったみたいだね、そういう話が。あ、薬飲んだらなんか喉がおかしい。ちょっとごめんなさい。コンコンしてきます、ちょっと。もしもし、なんかすいません。大丈夫？これつながってる？今変なもんおっしゃった。そろそろ大丈夫？そろそろ大丈夫？大丈夫？あ、つながってる？つながってる？びっくりした。なんか変なのをおっしゃった。今 OBS 途切れたでしょ。今途切れなかった？途切れなかったのかな。途切れたかな。なるさん、何も大丈夫でした？いや、今日もう2時半じゃん。聞こえません？嘘。嘘でしょ？聞こえるよね。マイクオンにしたもん。変なのいじっちゃったけど。自分がミュートになる。そっち？お姉さんそっちまでは私操作できないな。ここだけで手一杯なの。もうここだけでこんなにね、本当に YouTube の配信とかするのって、設定とかするのって難しいとかで、簡単だっていう人はもういっぱいいると思うけども、こんな難しいとは思わなかった。私は動画を上げるのは簡単だけど、途切れだった。すいません、やっぱそうだった。なんかね、変なとこ押しちゃったんですよ。 OBS のマイクと間違えて。すいません。いや、もう2時半ですね。日本は1時半。相当長く喋ってしまいました。だらだらとお付き合いありがとうございます。そろそろ今夜も終了させていただきたいと思います。よかったら
なんだっけ、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。今日もありがとうございました。時間遅くまで本当にありがとうございますね。えちんたらと今日は随分配信したような、長く配信したような気がします。けど皆さんね、ちょっとだけチャンネルが育つように、なんかここのとこ1人とか2人とかちょこちょこっと増えてるから、頑張ろうとかって思ったりするんですよ。登録者がねやっぱ増えたりするとすごい嬉しいんだけど、やっぱ観覧車お後がよろしいようでおやすみなさいっておやすみなのおやすみなさい。本当ね、今日もなんか突然ですがありがとうございます。またね、明日も頑張って配信したいと思います。もうなんか、本当チャンネルを育てたい意欲がねだんだん強くなってきたんで頑張りたいんですけど、ちょっとモチベーションが続くかどうかは不明です。皆さんがいてくれるだけで今のとこ本当にありがたいと思ってます。いつもありがとうございます。のなんでまたのになってなんでのになってんのかな。またなるさんものなんだ。ありがとうございます。ではでは今日もありがとうございました。また明日よろしくお願いします。頑張っていきたいと思います。いいねボタンくださいよ。いいねボタンできたらよろしくお願いします。ではでは失礼します。おやすみなさい。